コマンドのいらないモダンマイ動画を作りたい。どうも皆さんこんにちは、枝誠と申します。マイが出てね、3日目に作った動画となります。一応ほぼアシストコンボだけでレジェンドまでやりましたので、その内容を解説動画にしました。よかったら動画を見てもらえると嬉しいです。それではまず本編に入る前にモダンマイのいいところを3つ紹介します。1つ目はアシストコンボがマジで神。左下の SA ゲージが1本溜まった状態で中アシストを1回当てます。で、1ゲージ使った後に戦争を投げてラッシュ中断します。で、もう1回、中アシストします。で、最後にね、大アシストを当てて、会員コマンドね、2回すると、なんと、使ったゲージをね、1ゲージ回収しながら相手を倒せます。いや、ゲージ効率良すぎないか？こんなにね、現実的な指導で、アシストコンボと会員コマンドだけで、こんなに火力出せるキャラ他にいますか？私はね、レジェンドまで中アシストコンボ1本で上がりました。ちなみに弱アシストコンボも自動ヒット確認がついてます。神とさせてください。2つ目、SA 技が全て強い。SA1 は発生が6フレでマジでちょっぱやで出ます。無敵もついてるので切り返しも使えるし、こんな風にね、めくり対空を落とすのにも使えます。さらにね、この SA1 を出した後は、左上にね、前の専用ゲージが溜まって各種必殺技が強化されます。ワンボタンで必殺技ができるモダンと相性があまりにも良すぎないか？スーパー2もこんな風に玉抜けを持っています。ホムラゲージがあるときはとんでも性能になって、多分この位置でもね、間に合います。これ間に合うし、当たった後画面端だったらコンボもできます。強すぎないかこれ。3つ目はね、ヒット確認が簡単になり、ゲージ効率がとてもいいことです。これ、中アシストもね、大アシストも、こんな風に超現実的な OD 技につながるおかげで、相手が攻撃空振った時とか、こんな風にね、めっちゃ簡単にね、コンボすることができます。これクラシックだったら、毎回こういう技に対してコマンド仕込んで、当たった時だけ出すみたいな高等テクニックがいるんですけど、モダンだったらね、ボタン連打するだけでそれを簡略化してくれます。3つ目は、立ちながらこの中アシストを出せることです。こんなんね、何の意味があるのと疑問に思うと思うんですけど、クラシックだったら歩いて中アシストの前に入るしゃがんで出すってところを、モダンだったら歩いて前に入る即座に出すってことができて、スムーズにね、攻めることができます。これは大きいね。以上がモダンマイのいいところです。逆にデメリットは、このタッチ P とね、中 P が出せない。あと、めくりジャンプ中キックが出せないことと、あと必殺忍び鉢が、弱しか出せないのがデメリットですけど、実戦だと他に残ってる技が強すぎて、ほとんど気になりませんし、逆にモダンのデメリットが少なすぎてビビってます。もしかしたら全キャラで一番デメリット少ないかもしれません。この動画を見て、今すぐモダンマイ、通称ね、モイを使おう。では早速解説に入ります。今回の動画は前半は格ゲー初心者向けの解説を先にして、中盤は最低限の練習だけでマスター以上を目指したい人の解説をして、終盤はコマンドありで MR1700 以上を目指す3つに分けて解説します。まずは前半の格ゲー初心者向けの解説から。まずは弱アシストについて。これをね、当てるためには、まずジャンプ弱攻撃からこんな風に飛び込んで使いましょう。中央で弱アシストが当たったら、必殺技ボタンを長押しで出るこの戦争を溜めて出して、ちょっと歩いてから、またジャンプ弱攻撃で飛び込んで弱アシストを出そう。最初はこれでいいよ。画面端で弱アシストが当たったら、その後ね、前ジャンプを入れっぱして、また前ジャンプ攻撃、バックアシスト連打を繰り返してください。こんな感じで。これは何が強いかというと、相手にね、無敵技を打たれても、こんな風に逆になるね、連携となっております。これで飛び込みからのコンボと置き攻めを覚えました。ただしね、これだけで対戦しようとしてもね、飛び込みをね、落とされてしまいます。この飛び込みが警戒され始めたら、相手が対空が出るということはね、上を見てるということなので、この相手がね、対空を見てる状態の時は、必殺技ボタン長押しで出るこのタメセンスを投げましょう。タメセンスを投げた後は先ほどと同じようにちょっと歩いて前ジャンプからジャンプ攻撃をするか、ラッシュでしゃがみ中足をした後、こんな風に中アシストコンボをしてください。後者はね結構難しいんで、最初はねこのジャンプ攻撃から始めましょう。このタメセンスを使うと相手に飛ばれてしまうか、こんな風にね相手に波動をね打たれてセンスが打てないっていう状況になると思います。この対処法もね、説明します。まずはね、こんな風に戦争を飛んでくる不届き者相手には、戦争を出すのね、ぐっと我慢して対空して、この後にね、ため戦争を出しましょう。いや、相手が知ってたら、対空からね、このため戦争しても、インパクト確定するんですけどね。相手がね、知ってるなと思ったら、この風にね、普通のね、センス投げとけば、インパクト返せるんで、
ためないセンス投げましょう。次は、弾打つ相手の対象について。結論から言うと、この OD 波動を打ちましょう。そうすると、OD 波動からこんな風にコンボに行くことができます。OD センスを打つゲージがないときは、頑張って近づいて、弾に飛びましょう。あと、投げが成功したら、中央も画面端も前ステップしてもう一度投げましょう。それか、投げから前ステップして弱アシストをしましょう。当たったら前紹介した置き攻めをしましょう。相手の昇竜拳をガードした後は、大アシストからね、コンボしましょう。インパクトがね、ヒットした後も、大アシストコンボをしましょう。ここまで覚えたら、一旦ちょっと対戦してね、遊んでみましょう。プラチナぐらいまではこれだけで遊べると思います。格ゲー初心者向けの前半パートは以上となります。ここからは中盤パートで最低限の練習だけでマスター以上を目指したい人のパートとなります。まずはセンスの解説について。中足からね、ためセンスしたり、大攻撃からね、ためセンスをどんどん打ちましょう。ためセンスを見てからインパクトが確定したり、ためセンスを見てから飛びが確定してしまうだって大丈夫。こんなんね、オタクしか知らないんだから、こういうのどんどんやってこう。相手が知ってたら、これやめればいいから。信じられないぐらいね、相手を舐め腐ってる大シストがね、中足からのためセンスが取ったら、こんな風にラッシュ中足とか、それかね、ラッシュ投げをしましょう。現状はね、ためセンスに対してパリする人が多いんで、このパリを投げることができます。また、ラッシュ中足はセンスに対してね、バックステや後ろ入れっぱする人にコンボすることができます。ためセンスからのラッシュは暴れが通る連携だって？大丈夫。この暴れに対してはね、この風に様子見して殴ろう。いきなりね、ぼったくり連携を説明しましたが、確定でためセンスを投げれる連携もあります。それがね、しゃがみ中アシストからの SN を当ててからのためセンスです。ここからはね、さっきの説明した通り、こうやってラッシュするか、こう前捨てして前ジャンプみたいなので攻めるのがおすすめです。投げからも相手が後ろ受け身してたら、確定でね、この投げセンスが投げれます。後ろ受け身から確定しますが、相手がね、知っていて前受け身されちゃうと、ためセンスからジャンプ攻撃が逆に確定してしまいます。こいつ知ってんなと思ったら、投げから、しぶしぶね、ただのセンス投げましょう。対空が間に合います。対空した後にね、ためセンスを投げましょう。また対空間に合うんでね。次は、必殺技ボタン投げ押して出る OD センスについて。これは適当に投げるだけでめっちゃ強いです。もうとりあえず困ったら出しましょう。基本はこの OD センスは貯めて出して、そして前プラス攻撃ボタン出るこの追加技も投げましょう。出した後は前ステップから前ジャンプして、触りに行きましょう。予言しときますけど、多分この技弱体化します。今んとこね、確実にいいことが起こりすぎる。この技が他の OD 弾と同じゲージ量で使えるってやばすぎます。ホムラゲージがね、溜まってる時は、大アシストから適当に OD センス出して中断するのが強いです。アシストからコンボいけます。別にね、ホムラゲージ溜まってなくてもね、こんな感じで超強いけどね、中段からコンボいけなくなるだけ。以上でね、センス解説は終わりです。なんかぼったくる方法ばっか言いましたけど、今夜だけはね、超勝てますんで、とりあえずね、やってみましょう。ためセンスをね、出した回数が多ければ多いほど今夜勝てます。次は中アシストのね、解説について。これ自動ヒット確認がついてなくて、中アシストを入れ込むと、こんな風にね、漏れてしまいます。でもこれガチの最強技で、当たったら自分が強化される &3200 ダメージが取れます。私はこのアシスト中を連打して、マスターどころかね、レジェンドにまでなりました。でも使いこなすのがちょっと練習が必要な技なんで、この最強技を相手にどうやって当てるかのプロセスを説明します。当て方その1として、普通に立ち回りで使ってください。この距離なんですけど、アシスト中が届く距離はもう全部これでいいぐらい強いです。とりあえずこれ出して、相手がカウンターヒットしたら、もう一回アシスト中が繋がって、アシストコンボに行きます。これ結構難しいんで、練習方法も説明します。トレーニングモードでカウンターとガードをお互いランダムにして、で、カウンターの方はこのパニッシュカウンターを0にしてください。この状態でアシスト中出して、カウンターヒットした時だけコンボに行くっていうのを練習すると、実戦でもね、使えるようになります。こんな感じで。もう一回言うけど、これできたら最強だけど、めっちゃ難しいから、できなくてもね、マスターまでは問題ないです。でも知識としては知っておきましょう。当て方その2としては、暴れで使いましょう。こんな風にね、このゲーム相手の攻撃2回ガードした後、暴れチャンスなんで、最初はね、相手の攻撃2回ガードしたら暴れるみたいになっていくと、いいことが起こりやすいです。割り込めない連携もね、たくさんあるけどね、最初2回ガードしたら暴れるみたいにやっていくといいと思います。
ちなみにね、コパンからもこんな感じでアシストカウンターヒットすればアシストコンボつなげるんで、コパン暴れから勝つこともめちゃくちゃあります、このキャラ。当て方その3は、先ほども説明したね、センスからの流れで当ててください。例えば大アシストからタメセンスして、中断してアシストするとか、タメセンスからダッシュ中足して、コンボいくとか、こういうので繋ぐといいと思います。中アシストコンボのね、伸ばし方ですが、アシストコンボの OD リュウエムから SA2 を出して、この後弱勝利するっていうのがウルトラ実用的です。この後画面端だったらスーパーアーツも入ります。スーパーアーツも弱小流もコマンドで出せれば最高ですけど、全部必殺技ボタンでも十分減ります。次は大攻撃の解説について。これもね、超強いです。この距離になったらね、とりあえず出しましょう。大体の攻撃にね、一方的に勝てます。ガードしたら反撃受けないし、これもしもパニカンしたら大アシストからコンボに行くこともできます。大アシストが届かない距離は、ラッシュコパンから弱忍び待ちして、SA1 につなぐと、1ゲージで強化できます。次は大アシストの解説について、こちらもね、自動ヒット確認はついてないです。なので、センス連携の時に説明した、タメセンスをね、入れ込むか、素直にね、インパクトを入れ込みましょう。本当のことを言うと、相手の動き手の確認で、こんな風に派生できると最高ですが、これは差し返しといって、マジで超難しいです。あと、アシストコンボで締めた後に、ワンボタンに出す弱忍び鉢を出すと、なんとプラス3取りつつ、このシミ対応刻みです。あまりにも強すぎる。必ず毎回やりましょう。しかもこれ相手にインパクトリバーサル打たれても、これ返せるんだよね。パーフェクト連携すぎる。一応、アシストコンボの最後に画面8だったら SA1 で追撃することもできます。SA2 だったら画面中央でもコンボすることができます。リーサルが幅が広がるんで覚えておきましょう。まとめますと、この距離は中アシストをして、この距離は大アシストをして、この距離は大攻撃をしてください。次は、しゃがみ中攻撃について。本当はね、この技あんまり打ちたくないです。なぜなら、まとまったダメージ取ろうと思ったら、ドライブゲージを3ゲージも使うキャンセルラッシュとセットで使わないとまとまったダメージがね、取れないからです。ですけど、しゃがみ中攻撃が絶対に必要な場面があります。それはね、こんな風に後ろに下がってるだけの相手を倒すときに使います。前はいい下段技が、これしか実質ないんで、これ振らないと一生ね、下がられて負けるんで、下がってる相手見たら、中足と覚えましょう。キャンセルラッシュからは、とりあえず弱攻撃して、当たったらヒット確認して、無殺飛び前からジャンプ攻撃で置き攻めしましょう。この連携、なぜか先飛びになっていて、相手が無敵技出しても、こんな風にガードすることができます。もし、キャンセルラッシュからの弱攻撃がガードされてたら、ガード確認から投げをしましょう。中足ラッシュからの弱攻撃を投げ抜けするやつは、こんな風にシミをしてお仕置きしましょう。最初は中足ラッシュからはね、これでいいと思います。コンボ覚えるのめんどくさいし。ちなみに、これがね、ガードされちゃった時は素直にね、立ち回りに戻りましょう。あと、前は画面端で投げた後、前捨てして投げが重なるよって説明したと思うんですけど、これを抜けてくるやつは、前捨てして後ろ下がるとシミできるんで、これもね、投げ抜けしてくるやつはお仕置きしましょう。次はね、弱アシストの解説です。いや、こいつ何回弱アシストの解説するねんってなってると思いますが、普通に強いので仕方ないです。弱アシストからね、戦争を投げる連携を説明しましたが、これ相手知ってたら通用しないです。知ってる相手には弱アシストからこんな感じで前投げを重ねましょう。難しいけど、前受け身にも後ろ受け身にも重なります。相手の上入れっぱや打撃に対しては、弱アシストから前捨てして引き台系が重なってます。これなんとガードされて前有利のとんでも連携なんで、ここからしゃがみコパン、しゃがみ中パンまで入れ込んでおきましょう。以上で最低限の練習だけでマスター以上を目指したい人の解説です。いや、長かったね。ここまで見たら、とりあえずどんどん対戦してみましょう。とにかくタメセンス通したら勝ちなんで、今夜勝ちに行きましょう。ここから先は、さらに上達したい人向けに練習することを解説します。ここからは正直マジで難しいんで、マスターでメム R1700 以上目指す人向けです。それ以下はね、いらないです。あと普通にコマンドも出てきます。まずはコマンドを練習する順番ですが、最初はこのね、恐竜演武と強勝竜をね、コマンドで出す練習をしましょう。あと、アシスト中カウンターヒットから中足もやりましょう。中足からはね、OD 竜演武や立ち確認で恐竜演武をやりましょう。理想はアシスト中カウンターしたら全部中足した方がいいです。コマンドするのめんどくさすぎるけどね。次は高火力コンボについて。
このキャラね、SA はアスタートのコンボを超真剣にやるとあまりにも減ります。次に紹介する2つのコンボがコスパよくあらゆる状況から減るので載せておきます。減りすぎだろこれ。次はジャンプ中盤タイプについて、このキャラ、ホブラゲージが溜まったら、なぜかジャンプ中盤からこんな風にコンボできます。立ち回りで見られてるのはもちろんですけど、投げから枚数だけに飛ばれても、これが間に合うんで、ここからコンボでいきます。これあまりにもエグすぎる。レシピは次となります。ガチで減りすぎだろこれ。次はセットプレイについて、恐竜炎部から弱忍び鉢で差し到達したら、しゃがみ中アシストを空振りすると、死味可能な状況になります。あと、今日ね、竜炎部から強昇竜してもね、同じ置き詰めができます。こんな感じで。あと、強昇竜からね、中端のセットプレイもね、めちゃくちゃ強いです。こんな感じでね、ループすることもできます。こうで、中端から投げたり、最強です。あと、強昇竜からはね、ダッシュ中段がこんな感じで奪ってます。強いね、これほんと。あと、セットプレイじゃないけど、ホムラゲージをね、貯めた後の大アシスト弱センス、大アシスト弱センスっていうのが、これがガチ最強連携です。以上で終わりです。今回は新しい試みで3段階に分けてね、解説してみました。感想とかね、コメントいただけると嬉しいです。不明点がありましたらコメント欄に書いていただければ可能な限り答えます。あとしばらく動画開けてなかったらチャンネル登録数がめっちゃ減ったんで、よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。次の動画で会いましょう。さようなら、バイバイ。